はい、今回は50代海外移住いろいろ第3弾ということで、帰りたいけど帰れないということをテーマにお話ししたいと思います。まず最初に今の生活を手放せるかどうかということについて考えたいと思います。最近本帰国について考えることが増えました。将来日本に帰るんですか？そう聞かれることがたびたびあります。でもその質問にすぐ答えられない自分がいます。どうしてだろうと考えてみたら一つ気づいたことがありました。それは帰りたいと帰れないは全く違うということです。帰りたいは自分の気持ちです。故郷が恋しい、家族に会いたい、日本で暮らしたい、そういう心の声です。でも帰れないは現実です。私は今イタリアで生活しています。ここで仕事をしています。生活費を稼いでいます。もし日本とイタリアを行き来する生活を選んだら、今の仕事は続けられません。そうなると収入がなくなってしまいます。つまり帰りたい時に帰るという選択が現実にはできないんです。若い頃は何とかなると思っていました。でも50代になると何とかなるだけでは動けません。生活があります。老後があります。仕事があります。だから本帰国を考える時も気持ちだけでは決められません。それが今の私です。日本には実家がある。でもイタリアには仕事がある。日本へ戻れば収入はなくなる。イタリアに残れば生活は続く。パートナーはいるけど一緒には暮らせない。だから選択は日本かイタリアではなく、今の生活を手放せるかどうかという話なんです。私の正直な今の気持ちは、この生活を手放したくないなという気持ちの方が強いです。トスカーナの丘やブドウ畑の景色、週末のメルカート、季節の移り変わり、ここでできた友達、車を運転し、左ハンドル、右車線にも慣れました。12年かけて築いてきた日常。この12年はただ住んでいただけではありません。嬉しかったことも苦しかったことも、この土地で体験してきました。この景色もこの暮らしも私の人生の一部です。だから帰国するということは住所を変えるだけではありません。自分が積み重ねてきた時間を一度手放すこともあります。だから迷うんです。帰りたいのに帰れない。でも最近はそれだけではないような気もしています。本当に帰りたいのは日本なのか、それとも将来への安心なのか、本当に手放したくないのはイタリアなのか、それとも自分がここで築いてきた毎日なのか、そんなことを考えるようになりました。日本は治安もいいし、電車は遅れずに来るし、役所関係も親切に素早くやってくれるし、言葉の問題もありません。ここイタリアでは銀行のカード一つ取っても私は一人では解決できませんでした。期限が切れて新しいカードが届くはずだったのに、いつまで待っても来ない。調べてみるとどうやら前の住所に送られてしまっていました。それを今の住所に変える手続きを電話でしなければなりませんでした。イタリア人の彼に電話してもらってうまく住所が変えられたと思ったら、実際は変えられていなく、再度また電話、あっちに電話してこっちに電話して、最終的に3週間それに費やしました。イタリアはこのようなところです。イタリア人もこのようにパツエンツァ、忍耐を教えられることに嘆いています。では日本に帰ればいいじゃないと思いますよね。そうなんです。こういう問題があっても、ある意味完璧じゃない暮らしが心地よかったり、良い意味で全てが適当だったり、こうじゃなければならないという縛りがないのがイタリアなんです。諦めや妥協が時には必要な国がイタリア。それでなんとかなったりするので面白い。
冷たい赤ワイン。通常は赤ワインは冷やさないで飲みますが、このチリジョーロっていうのは冷やして飲むタイプ。すっきりして美味しい。そしてもう一つあります。私はイタリアで12年暮らしてきました。この年まで自分の好きなように生きてきました。それは家族の応援と理解があってのことでとても感謝しています。それが50代になると人生は好きだけでは決められません。でも現実だけで決めてしまうと心が置き去りになってしまいます。だから私は今その真ん中を探しています。すぐに答えは出ないかもしれません。でもこの迷ってる時間も人生に必要な時間なのかなと思っています。最近両親のことを考える時間が増えました。50代になると親も年を重ねています。私の父はもう91歳で、毎年帰るたびに老いていくのを感じます。一緒に過ごせる時間はこれから先決して無限ではありません。近くにいてあげたい、そう思う気持ちはとても自然なことだと思います。でもその一方で、私はイタリアで12年かけて築いてきた生活があります。仕事があります。日常があります。大好きなトスカーナの景色があります。この生活も私にとってはかけがえのないものです。だから親の近くにいたいという気持ちと自分の生活も大切にしたいという気持ち、その2つの間で揺れています。以前は親を優先するべきと考えていました。でも最近は少し違う考え方もするようになりました。もし自分の人生を全部諦めて日本へ戻ったとしても、その選択を何年も後に振り返った時、私は後悔しないだろうか。逆にイタリアに残ったとして、もっと親と一緒にいればよかったと思う日が来るかもしれない。どちらを選んでも後悔がゼロになることはないのかもしれません。だから最近は後悔しない選択を探すのではなく、自分で納得できる選択をしたいと思うようになりました。皆さんは帰りたい、でも帰れないの葛藤を抱えたことはありますか？似たような経験のある方、ぜひコメントを残していただけると嬉しいです。バディア・コルティボーノのワインセーラーとお庭、楽しんでいただけましたでしょうか？ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまたね。チャオチャオ。e al suo uso per la conservazione. Il fatto che questi monaci avessero questa cassaforte proprio nella sala del banchetto ci suggerisce quanto fossero